はい、皆さんこんにちは、ゆかです。本日の動画は実用日本語12です。実用日本語シリーズでは日本人同士の自然な会話からよく使う表現が学べます。今回は私が神戸の店でこちらのスマホケースを買った時の動画を使います。このお店では自分で革の色や素材を選ぶことができます。今回は私がこの店でどの色がいいかなと選んでいる場面です。私と店員さんは事前に打ち合わせをしていません。日本人同士の自然な会話です。そのため最初は少し難しいと感じるかもしれませんが大丈夫です。今日の動画を最後まで見れば全部わかるようになりますよ。難しいところや重要なポイントについては私から解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速始めましょう。まずは今日の練習の流れを説明します。最初に字幕がない動画を一度見ます。全体の流れを把握してください。次に私から重要なキーワードを10個提示します。この10個のキーワードに注目してもう一度同じ動画を見ます。この時一つ二つの単語が聞き取れるかもしれません。次に一つ一つの会話について私から解説します。その後、日本語の字幕がある動画を一度見ます。最後に字幕がない動画を見ます。一番最初に字幕がない動画を見たとき、全く会話がわからなかった方も、最後に字幕がない動画を見たときには、ある程度の内容が理解できるはずです。このようにだんだん理解できる過程を経験してほしいです。それでは早速始めましょう。まずは一度動画を見てみましょう。この動画は私が神戸で撮影したものです。こちらの Vlog の一部分を使用しています。このお店ではスマホケースやカバンなどを作ることができます。私は今回スマホケースをオーダーメイドで作ってもらうためにこの店へ行きました。最終的に出来上がったのはこのようなスマホケースです。この革の種類とか色とかを自分で選びます。そのため店員さんと私は色について相談をしています。そのような場面です。では一度動画を見てみましょう。このインスタのこのパターンってできますか？お作りは可能です。作れます。はい。このグレーっぽいのってどれになるんですかね。ああ、へえ。なんか濃いく見えるね。そうね。あとちょっと店内が黄色いライトなので、じゃあやっぱりこの色、これで、全部この色にして、で、ステッチを前作っていただいたこれとアイボリー同じアイボリーですかね、これのこのアイボリーのステッチにします。でお願いします。どうでしたか？何か聞き取れた単語がありましたか？ではここで私からキーワードを10個提示します。こちらです。インスタ、パターン、可能です。グレーっぽい、店内、黄色い、ライト、この色、ステッチ、アイボリー。はい。では続いてこのキーワード10個に注目してもう一度同じ動画を見てみましょう。このインスタのこのパターンってできますか？お作りは可能です。作れます。はい。このグレーっぽいのってどれになるんですかね。ああ、へえ。なんか濃いく見えるね。そうね。あとちょっと店内が黄色いライトなので、じゃあやっぱりこの色、これで、
全部この色にして、はい。でステッチを前作っていただいたこれはいとアイボリー同ですかね。じアイボリーですかね、はいこれはい。のこのアイボリーのステッはい。チにします。はい。でお願いします。どうでしたか？インスタとかこの色などキーワードが聞き取れましたか？では続いて一つ一つの会話について私から解説します。最初に私がスマートフォンを店員さんに見せながら尋ねる場面です。このインスタのこのパターンってできますか？このインスタのこのはいパターンってできますか？お作りははい可能です。作れます。はい。インスタというのはインスタグラムの省略した言い方です。インスタグラムはちょっと長いので、日本人はよくインスタというふうに短く言います。このインスタのこのはいパターンってできますか？お作りははい可能です。作れます。はい。このインスタのこのパターンってできますか？このインスタのこのはいパターンってできますか？お作りははい可能です。作れます。はい。パターンというのは英語の pattern から来ています。パターンというふうにこのようにカタカナで書きます。型とか図案という意味で使います。このインスタのこのはいパターンってできますか？お作りははい可能です。作れます。はい。続いて、このパターンってできますかの手の部分、小さいつと手のこの部分について説明します。これは日本人同士が会話をしているときによく出てくる表現です。今回の場合は話題を取り上げて言うときに使っています。なので日本語のはに置き換えることができます。このパターンってできますか？イコールこのパターンはできますか？です。このインスタのこのはいパターンってできますか？お作りははい可能です。作れます。はい。同じ意味の使い方として、例えばこのような例文があります。田中さんって本当に優しいよね。この料理ってわさびが入ってますか？この手というのはその場面においてある話題を取り上げて言うときに使います。また他にも日本人がよく使う手の意味としてはこのようなものがあります。言葉の内容を説明したり定義を表す。A とは B です。A というのは B です。このようなとはとかというのはに変わるのが手です。例えば、インスタってどういう意味？インスタはインスタグラムの短い言い方だよ。この時、インスタというこの言葉の意味、定義について質問します。質問するときに、インスタってどういう意味？このようにてを使います。話し言葉でとてもよく使われます。それから、というと思うのとの部分がてに変わることもよくあります。例えばこのような例文です。天気予報で週末台風が来るって言ってたよ。来るって言ってたよ。このての部分は実はとですよね。というのとがてに変わっています。それからと思うのともてに変えられます。セミの声が聞こえると、ああ夏だなって思う。このての部分も実はとですね。というと思うのとがてに変わっています。このてというのは日本人同士の会話でとてもよく使われます。今回は私はこのように言いました。このインスタのこのパターンってできますか？このインスタのこのパターンってできますか？お作りははい可能です。作れます。はい。その後店員さんはこのように答えました。お作りははい可能です。このインスタのこのパターンってできますか？お作りははい可能です。作れます。はい。ここでのお作りですね。これは名詞の形になっています。
よく見られるのはお作りしますというこの動詞の形です。お作りします、お作りする。これはお何々する、お何々しますという謙譲語の形です。間の動詞はます系のますを取った形です。作りますのますを取って間に入れます。お作りする、お作りします。でも今回はこのお作りする、お作りしますの動詞ではなくて、お作りというふうに名詞の形で使っています。お作りは、はい、可能です。このインスタのこのはいパターンってできますか？あ、お作りははい、可能です。作れます。はい。ここでの意味は、作ることができます。作れます。また、謙譲語で言うなら、お作りすることができます。お作りすることが可能です。このような意味です。お作りは、はい、可能です。このインスタのこのはい。パターンってできますか？あ、お作りははい、可能です。作れます。はい。その後私はこのように相手に尋ねました。作れます？このインスタのこのはい。パターンってできますか？あ、お作りははい、可能です。作れます。はい。作れますというのは動詞の作るの可能の形です。作れます。今回は私は疑問のかを言わないで直接疑問の形にしました。つまりこの語尾を作れますすというふうに上げて疑問の形にしました。作れます？このインスタのこのはい。パターンってできますか？あ、お作りははい、可能です。作れます。はい。その後私は色について聞きました。このグレーっぽいのってどれになるんですか？このグレーっぽいのってどれになるんですかね。ああ、へえ。グレーというのは色ですね。灰色と同じ意味です。グレーまたは灰色両方使えます。そして重要なのはこの後ろについているぽいという表現です。グレーっぽい。ここでの意味はその色を帯びている。つまりその色の要素が含まれるという意味です。完全にグレーだと断言できる色ではありません。少しグレーの要素が含まれているというようなニュアンスです。このグレーっぽいのってどれになるんですかね。ああ、へえ。スマホの画面なので、これは実際にはどんな色なのだろうかと私は確信がありませんでした。でも見た時にちょっとグレーの要素が含まれているな、グレーを帯びているなと思ったので、グレーっぽいと言いました。このグレーっぽいのってどれになるんですか？このグレーっぽいのってどれになるんですかね。ああ、へえ。他にも色の後ろにぽいをつけた言い方としては、赤っぽい、青っぽい、白っぽいなどこのような使い方ができます。それから色以外の場合、例えば大人っぽい、子供っぽい、熱っぽい、このような使い方の場合は、それを含む度合いが大きい、またよく似た性質があるという意味になります。例えばこのような例文があります。拓也くんはまだ小学1年生なのに大人っぽい話し方をする。大人っぽいを使う対象は大人ではありません。一般的には子供に対して言います。彼は子供だけど大人の要素が非常にたくさん含まれる、あるいはその性質があるという時に大人っぽいと言います。なので逆に子供っぽいは一般的には子供には使わないで、ある程度の年齢の人に対して使います。そうですね、例えば高校生以上かな、それぐらいの成人した後ぐらいの年齢の人に使います。また熱っぽいという言い方もあります。これは人が熱が非常に高い、例えば38度、39度とか、それぐらい熱が高い感覚がある時に熱っぽいと言います。例えばこのような言い方をします。ちょっと熱っぽいので今日は早く帰ります。
熱っぽいと言った場合、実は本人は具体的に何度あるかわからない場合が多いです。もし測って実際に39度だ、40度だって数字が分かれば熱があると言いますね。でも実際にはまだ確認してません。でもその度合いが大きいとかその性質があるという感覚の場合は熱っぽいと言います。今回の場合は色の後ろにつく使い方です。その色を帯びている、その色の度合いが、要素が大きいという意味です。このグレーっぽいのってどれになるんですか？このグレーっぽいのってどれになるんですかね。ああ、へえ。このグレーっぽいのってのっても先ほど説明したのと同じでです。話し言葉でよく使われます。ここでのてはに置き換えることができます。主題を表します。この場面での話題を提示している感じです。このグレーっぽいのってどれになるんですかね。ああ、へえ。その後店員さんが教えてくれました。これです。このグレーっぽいのってどれになるんですかね。ああ、へえ。その後私はこのように反応しました。あー、へー。このグレーっぽいのってどれになるんですかね。ああ、へえ。このあーというのは書き方はこのようにいろんな種類があります。あとかあに小さいあを組み合わせる、また伸ばすとかね。でも話すときは同じです。あーです。このグレーっぽいのってどれになるんですかね。ああ、へえ。物事を深く感じたり驚いたり、また何か思いついた時にあーと言います。あーの後ろに何かつけるなら、あーこの色ですか、あーこれですかとなります。このグレーっぽいのってどれになるんですかね。ああ、へえ。あーは例えばこのような例文があります。あー思い出した。あー暑い、本当に暑い。このようにあーは何か物事を深く感じるとか驚く、そして思いつく、このような場面の時に使います。このグレーっぽいのってどれになるんですかね。ああ、へえ。そしてその後私が続いて言ったのがへーです。このグレーっぽいのってどれになるんですかね。ああ、へえ。これもやっぱり書き方はいろいろですね。へーとか、あと小さいえを組み合わせる、また伸ばすというような書き方があります。でも話すときは同じです。へー。このグレーっぽいのってどれになるんですかね。ああ、へえ。この時語尾を少し上げるといいですね。へー。感心したり驚いたりするときに使います。へー。このグレーっぽいのってどれになるんですかね。ああ、へえ。例えば、へー、知りませんでした。へー、すごいですね。へー、初めて聞きました。このグレーっぽいのってどれになるんですかね。ああ、へえ。このへーも実際にはこの度合いによってその関心のレベルが違うと思っていいですね。例えば、へーってすごく上げたらめちゃくちゃ強い関心があるという感じです。でもちょっとだけ上げるへーだったら少し関心がある、少し驚いたという感じで、もし全く上げなかったらへーだったらどんな印象かというと興味ないという感じです。なので皆さんが相手の話を聞いてすごく感心した、すごく興味があると表したいときはへーっていうふうに後ろたくさん上げてください。でまあまあ興味がある、まあまあ驚いた、関心があるというときはへーという感じです。全然興味ない場合はへーです。
今回私は多分真ん中ぐらいの感じですね。そこまで驚いてはいない。そこまで強く関心があるというわけではない感じです。なので、へーと言いました。このグレーっぽいのってどれになるんですかね。ああ、へえ。その後、隣にいた私の母がこのように言いました。なんか濃く見えるね。なんか濃いく見えるね。そうね。あとちょっと店内が黄色いライトなので、この時母の言い方は濃くじゃなくて濃いくと言いました。少し関西のイントネーションが入ってるのかもしれません。濃いく。でも実際には濃くです。濃く見えるね。なんか濃いく見えるね。そうね。あとちょっと店内が黄色いライトなので、この濃く見えるというのはどのように見えるかということを表すときに使う言い方です。前がいい形容詞の場合はく見えるです。例えば、あの人は写真では背が高く見えるけど実際は150センチしかないとか、濃く見える、薄く見えるとか、このようにいい形容詞の場合はく見えるというふうにつなげます。な形容詞の場合はに見えるです。例えば、簡単に見えるけど実際は難しいよとか、清潔に見える、新鮮に見える、このようにな形容詞の場合はに見えるというふうにつなげます。今回はいい形容詞濃いなので濃く見えるです。なんか濃いく見えるね。そうね。あとちょっと店内が黄色いライトなので、その後私は母が言ったことに同意したことを表すためこのように言いました。そうね。なんか濃いく見えるね。そうね。あとちょっと店内が黄色いライトなので、続いて店員さんがスマホの写真の色となぜ違うのかということを説明してくれました。あとはちょっと店内が黄色いライトなので、なんか濃いく見えるね。そうね。あとちょっと店内が黄色いライトなので、店内のライトはこのような少し黄色い暖かい色のライトでした。でも写真を撮影した時は白いライトだったようです。このように実際には色の見え方というのは照明によって随分違いますよね。あと外に出て自然の光の中で見た時も違うはずです。なので店員さんはこの写真の色がなぜ違うのかというのは照明の違いだよということを説明するためにこのように言いました。あとはちょっと店内が黄色いライトなので、なんか濃いく見えるね。そうね。あとちょっと店内が黄色いライトなので、ここで補足として色の表現についてご紹介します。日本語の色の表現の中で何いの形にできるのは実は6つだけです。赤い、青い、白い、黒い、黄色い、茶色い、この6つだけが何いの形になります。例えばライトというこの名詞を修飾するときにこのいにできる色の名前の場合はいで接続してもいいしので接続してもいいです。つまり赤いライト、赤のライト、両方 OK です。でもそれ以外の色、例えば紫とか灰色とかそういう色の場合はのだけです。つまり紫のライトは OK。でも紫はダメです。このように何いになるのは6つだけ。赤い、青い、白い、黒い、黄色い、茶色いです。今回店員さんは黄色いライト、このように言いました。あとはちょっと店内が黄色いライトなので、なんか濃いく見えるね。そうね。あとちょっと店内が黄色いライトなので、それに対して私は相槌を打ちました。うんうん。なんか濃いく見えるね。そうね。あとちょっと店内が黄色いライトなので、そしてその後、
私は最終的に自分が決めた色について店員さんに伝えました。ここちょっと長いです。じゃあやっぱりこの色、これで全部この色にして、でステッチを前作っていただいたこれと同じ。じゃあやっぱりこのはい色、はいこれで、はい全部この色にして、はいでステッチを前作っていただいたこれはいとアイボリ同ーですかね。じ、アイボリーですかね、はいこれはいのこのアイボリーのステッチにします。はいでお願いします。この場面は結構難易度が高いと思います。話が長いし、しかも私と店員さんのこの会話が重なっていますね。なので結構聞き取りの難易度が高い場面だと思います。まずはじゃあやっぱりというところ。じゃあやっぱりやっぱりはとてもよく使います。ぜひ覚えておいてください。考えたり迷ったりして最終的に自分の考えを変更するとき、また元の意見に戻すとき、その時にやっぱりと言います。じゃあやっぱりやっぱりは話し言葉でやはりと同じです。書くときはやはりというふうに書きます。カジュアルな会話のときはやっぱりと言います。じゃあやっぱりこの色、はいこれで、はい全部この色にして、はいでステッチを前作っていただいたこれはいとアイボリ同ーですかね。じ、アイボリーですかね、はいこれはいのこのアイボリーのステッはいチにします。はいでお願いします。このやっぱりを使った会話の例としては、例えばこのようなのがあります。カフェで注文している場面で、たい焼きと抹茶をお願いします。かしこまりました。すみません。やっぱり抹茶じゃなくて紅茶をお願いします。このように自分の考えを変えた時にやっぱりと言います。他にも例えば、海外のいろいろな街に住んだけど私はやっぱり東京が好きです。例えばある人がずっと東京で生活していて、海外も見てみたいと思っていろいろな国へ行って生活してみました。で、あの国もいい、この国もいいと思いましたが、最終的に元の意見に戻りました。やっぱり東京が好きだ、東京がいい。この時にもやっぱりを使います。私はやっぱり東京が好き、元の意見に戻った感じです。今回の場合は私はインスタの写真を見たり、店員さんと相談したり、いろいろ考えて迷って、で最終的に意見を変えました。そして決めました。これと決めて伝えました。そのような場面です。じゃあやっぱりこの色、はいこれで、はい全部この色にして、はいでステッチを前作っていただいたこれはいとアイボリ同じ、ーですかね。アイボリーですかね、はいこれはいのこのアイボリーのステッチにします。はいでお願いします。その後重要なポイントとしてはこの間にあるでです。でも話すとき、特にカジュアルな会話の時によく使われます。それでとかそれからという意味です。例えばこのような例があります。まず色と文字の大きさを選ぶ。で、このボタンを押せば印刷ができるよ。手順を説明しているときに、まずこれをします。そしてこれをします。その後これをしますというときに、で、このボタンを押す。で、というふうに言います。あとはこういう会話もあります。昨日ついにさくらちゃんと LINE 交換したんだ。わー、よかったね。で、どうするの？デートに誘うの？もうちょっと仲良くなってから誘おうかな。こので、どうするの？のでもそれでどうするの？ですね。この人はずっとさくらちゃんのことがいいな、可愛いな、素敵だなって思っていて、ついに LINE の交換に成功しました。
連絡先を入手しましたね。その後、その展開はどうなるの？何をするの？と聞くときに、で、どうするの？で、というふうに言います。今回の場合は、私はまず色を選びました。それからステッチも選びます。こういう手順ですね。で、その手順の間で、でと言いました。じゃあ、やっぱりこの色。これで全部この色にして、で、ステッチを前作っていただいたこれと同じ。じゃあやっぱりこの色、これで、全部この色にして、で、ステッチを前作っていただいたこれとアイボリ同じ、ーですかね。アイボリーですかね、はいこれはいのこのアイボリーのステッチにします。はい。で、お願いします。最後の作っていただいたという言い方ですね。手いただくというのは謙譲語です。手もらうの謙譲表現です。以前この店で私は別のスマホケースをオーダーメイドで作ってもらいました。その時に一緒に作ったストラップがあって、このストラップのステッチと同じ色をスマホケースにも使ってほしいと思いました。なのでこのように言いました。じゃあやっぱりこの色、これで、全部この色にして、で、ステッチを前作っていただいたこれとアイボリ同じ、ーですかね。アイボリーですかね、はいこれはいのこのアイボリーのステッチにします。はい。で、お願いします。そしてこのステッチについて、ステッチの色について、私と店員さんはこのような会話をしました。アイボリーですかね。じゃあやっぱりこの色、これで、全部この色にして、で、ステッチを前作っていただいたこれとアイボリ同じ、ーですかね。アイボリーですかね、はいこれはいのこのアイボリーのステッチにします。はい。で、お願いします。アイボリーというのは色の名前ですね。そしてですかねという言い方、これもカジュアルな会話でよく使われます。ですかねというのはどっちかな、どうかなというふうに確認する、聞くようなニュアンスです。丁寧に言うならでしょうかです。アイボリーですかねイコールアイボリーでしょうかです。じゃあやっぱりこの色、これで、全部この色にして、で、ステッチを前作っていただいたこれとアイボリ同ーですかね。じ、アイボリーですかね、はいこれはいのこのアイボリーのステッチにします。はい。で、お願いします。何々ですかねの使い方としては、例えばこのような会話があります。資料はこれで問題ないですかね？はい、問題ないです。田中さんって今日の飲み会に参加するんですかね？さあ、どうだろう。このように比較的カジュアルな会話の時にですかねと言います。店員さんがこのようにアイボリーですかねと言って、私も同じようにアイボリーですかねこれと言いました。じゃあやっぱりこの色、これで、全部この色にして、で、ステッチを前作っていただいたこれとアイボリ同じ、ーですかね。アイボリーですかね、はいこれはいのこのアイボリーのステッチにします。はい。で、お願いします。はい。それでは続いて日本語の字幕がある動画を見てみましょう。今一つ一つの会話について詳しく見てきたので、全体の会話が理解できるはずです。挑戦してみましょこのインスタのこのはいパターンってできますか？お作りは可能です。作れます。はい。このグレーっぽいのってどれになるんですかね。ああ、へえ。なんか濃いく見えるね。そうね。あとちょっと店内が黄色いライトなので、じゃあやっぱりこの色、これで、全部この色にして、で、ステッチを前作っていただいたこれとアイボリー同じ、ですかね。アイボリーですかね、はいこれはいのこのアイボリーのステッ
ジにします。はい。で、お願いします。どうでしたか？聞き取れた部分がありましたか？それでは続いて字幕がない動画を見てみましょう。一番最初に字幕がない動画を見たとき、全くわからなかった方も今はある程度理解できるはずです。挑戦してみましょこのインスタのこのはい。パターンってできますか？あ、お作りは、はい、可能です。作れます。はい。このグレーっぽいのってどれになるんですかね。ああ、へえ。なんか濃いく見えるね。そうね。あとちょっと店内が黄色いライトなので、じゃあやっぱりこの色、これで、全部この色にして、で、ステッチを前作っていただいたこれとアイボリ同ーですかね。じアイボリーですかね、はいこれはい。のこのアイボリーのステッチにします。はい。で、お願いします。う。はい、いかがでしたか？もし会話の半分も聞き取れたなら素晴らしいことです。このように買い物の時によく使う表現については実用日本語シリーズの1、3、9でも紹介しています。お会計の場面とかもここに含まれているので、もし時間がある方はぜひそちらの動画も見てみてください。今夏休みで日本へ旅行に来る人も多いと思います。この実用日本語シリーズで学んだ表現をぜひ日本で使ってみてください。それでは本日の動画はここまでです。今日の動画がいいと思ったらぜひグッドボタンとコメントをお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。今天我想问你一个问题，您的人生目标是什么？如果你的想做的事情是学习日语，和日本人沟通，那我可以帮助你哦。接下来我来介绍一下我和大新影音网合作的线上日文课。无论是在去日本旅游、工作或和日本朋友交流时，我们的线上课程非常有帮助。我们的线上课程的特色是从最基本的文法到敬语，总共有228堂课。课程包含例句、绘画、单字，全方面打好基础，随时随地用手机、电脑回放学习，有利于反复练习。一次购买，无限次观看，永不过期。Yuka 结合了自己的教学经验，带来了最重要的基础文法，从最基础的文法开始，破解日本文法结构的秘密，带入例句、生活绘画跟单字，还会加入老师亲身经验的日本文化小知识，让大家更清楚这些语法的实际的运用。我们特意将每堂课的时间都用化整为零的方式拍摄，设计为5到10分钟左右上完一堂课，可以让同学们自由依据空闲的时间，不管是搭车通勤或短暂的休息时间，都可以无缝的上课。反复听、反复说也是提高语言能力的关键之一。每天10分钟、15分钟也可以。希望大家反复听我的教学影片，养成语感。如果有兴趣的话，也可以分享给朋友知道哦。一緒に頑張りましょう。